今回は三重から函館の特貫往復です。急ぎの用事のため休憩は最低限で三重から青森まで約15時間かかりました。行きは高速道路太平洋側ルート、帰りは日本海ルートで走ります。ベランダ菜園をしていたのですが、応急処置で大きなケースに水を張ってドボンとつけてきました。留守の期間は5日間ほど。枯れないといいな。夜なのにトラックで渋滞しています。どうしたんでしょう。平日なのにいつもこうなんでしょうか。夜中なのに渋滞してます。身内の葬儀で到着時間に制限があるのでちょっと焦っちゃいましたが、その後はスイスイ進みます。今回はセントレアからの航空機に空きがなく、ペットホテルとかいろいろ面倒で結局連れて行くことにしたんです。短い仮眠を一度取り、あとはお尻がしびれるのでサービスエリアごとに歩いて体をほぐし、青森のフェリー乗り場に到着したのは12時頃でした。いち早くカバンに入り下船準備をしている眠そうなアリス。後ろに行ってまで吠えなくていいの。クマはお姉さんを見つけて戦闘態勢です。アリスもリーダーに従いカバンの中から威嚇します。船おっきいね。相変わらず安定の方へ。青森から函館到着まで3時間半ほどかかります。ここでぶっ通しで走った疲れを取るために睡眠をがっつり取りました。船は前回の規制で利用した大間航路より大型で、天気も良くなかったので空いていてとても快適でしたよ。寝起きでぼんやりした頭をホットドリンクで冷まします。外の景色は雨模様。大間航路の時よりも乗船時間が長い分、アリスからも悲鳴が上がっていますが、ペットホテルに預けられるよりはだいぶマシだと思います。それクマのだよ。アリスどこ行ったの？アリスに当たらなくなってるけど。ご当地メニューは少しだけ楽しみました。やっぱり帰省の旅に外せない定番メニューです。すごいの動いてる。かわいいね。ガッツの動いてる。もっと食べたいものありましたが、またそれは次回のお楽しみですね。夜眠るときにようやくチワワたちとの時間です。
団の中心に陣取るクマ、寂しかったのかめっちゃアピールしてきます。でも2匹とも疲れているようで、すぐに眠りに入ります。滞在中に観光はできなかったけど、早朝になんとか温泉には行ってきました。こちらロビーで山川牧場のソフトクリームや牛乳が売られています。帰りのフェリーは早朝の便です。こちらも平日だったせいか空いていて、ゆったりと過ごすことができました。気仙の待機中の車の中でも、クマが外に出たいと必死に訴えてきます。あまりにも吠えて騒ぐので、おやつを試してみたところ、こちらでバッチリ静かになりました。青森到着でお昼にしようと思っていたのですが、すっかり食事のタイミングを逃してしまい、秋田県道の駅二つ井でようやくお昼ご飯となりました。道の駅二つ井、これ？でもあっちもこっちもあるけど、賞味期限的に買いすぎなような気もする。冷凍化って書いてる。これは初めて見るね。メロンのからし漬けとか売ってるよ。きゅうりのからし漬け、メロンのからし漬け。ザザーメン、ご当地大盛り。ご当地ラーメンのザザーメンも比内地鶏の親子丼もとても美味しいのでおすすめです。車に戻り、すぐにバター餅の一つをパクリ。こちらも柔らかくて美味しいです。続いては山形県道の駅厚見車輪で少し長めの休憩を取りました。駐車場のすぐ横が海になっており、2匹を交代でゆっくりとお散歩しました。ここで再びバター餅をパクリ。クマもバター餅を気にしています。帰り道も急ぎ足です。うつつ峠パーキングエリアでお散歩の休憩を取りましたが、先を急ぎます。走りに走り抜いて到着は朝方になりました。ひたすら寝ないで付き合うクマ。アリスは後部座席で寝ています。はい、帰宅です。植物たちみんな無事でした。キュウリも無事。あれ？根生えてきてる。日程に余裕がなかったので仕方がないのですが、帰宅後はみんなでぐったり眠りました。今回のお土産品はいただき物が多いです。せっかく車で行ったのにスーパーに寄るのを忘れてしまい、大量買いができませんでした。痛恨のミス。
秋田のバター餅はメーカーによって味や食感に違いはありますが、どれを選んでもそれぞれ美味しいです。ご視聴ありがとうございます。バッキューン。また見てね。